どうもフィッシャーズのシルクロードです。お願いします。はい、ということで、本日の、動画はですね、私シルクロードからご報告をさせてもらえたらいいなと思っております。この度私フィッシャーズシルクロード結婚しました。いやうわすげえ、なんか今自分で言ってなんかはっってなった。ちょっと恥ずかしいですけど、うわすごいね。はい、ということで僕、シルクロード結婚しました。趣味のね話とかお仕事の話とか、ほんとにしょうもない話ばっかね僕毎日してるので、多分驚かれた方もいると思うんですけど、しっかりね指輪も今日つけております。はい、こちら、指輪つけてます。すごいな。なんかこれどう喋ったらいいんだろう。まあでもちょっと思いのまま喋れたらなと思いますけど、本当ね僕個人の話をすると、本当、子供の頃からね結婚願望というか30歳までには結婚したい、家庭を持つことにねすごい憧れを持っていたので、本当にね嬉しいです。お相手の方はなんですけど、かねてからねお付き合いさせてもらってるユンチャンネルの、ユンちゃんでございます。相手もねそれこそ皆さん多分知ってる方だと思うんですけど、ユンちゃんでございます。多分またユンちゃんっていうのを聞いて多分めちゃくちゃ驚かれてる方もね多いとは思うんですけど、一人でねなんだろう、いろいろとそのことについて話すのもちょっとなんか恥ずかしいのもあるんでね、夜実はこの後フィッシャーズと集まる予定ですので、ちょっとフィッシャーズには報告はしてあるんですけど、ちょっとフィッシャーズとなんかいろいろと話しながら喋れたらいいなと思っております。このね結婚するっていう報告はもちろんねうちのフィッシャーズのメンバー、あとスタッフ、仲間ですね、事務所の人たち、事務所の人たちって言っても関係してる方、バディさんとかだね、あとはもちろん家族、両方のね両家の家族、近しい人にはね告げています。視聴者さんにねこの報告をするときは、まずはね動画の冒頭は僕が、映ってカメラにねこう面と向かって僕からね発表できたら、報告できたらいいなと思っていましたので、今ね一人で撮っております。どんな感じで喋ったらいいんだろうってね正直めちゃくちゃ考えたりとかしたんですけど、なんだろうねこの感じでなんか恥ずかしいしどうしたらいいか分かんなくなってるけど、いやでも僕の、夢である結婚ができたのはとても嬉しいですね。あと本当にね家族がマジで喜んでくれたので、すっごくね良かったって思いましたね。結婚する姿を見せれて良かったって思いました。いやーすごいな。なんだろうこの感じね。いつもだったらねほんとブワっていっぱい喋れるんだけど、なんかちょっとさてってなるわ。何から話そう。お相手のねユンちゃんと、付き合ってから結構いろんなね、2人で話とかもかなりしてて、僕の中ではね付き合って本当ちょっとした段階でもうこの人と結婚したいなっていうのが、ビビッとくるってよく言うじゃないですか。で結婚もねタイミングで結婚しようとかさ、なんかそのビビッと結婚する人はなんかあるよって俺知人からよく言われてましたので、本当にそういうのあんのかなと思ってたけど、あるんですね。この人と結婚したいんだな俺はって思って結婚したいなと本当に心の底から思って、守りたいなですかね。この人守っていけたらなとか、この人と一緒になんか楽しい家庭を築きたいなとか、本当にね本心からビビッとこうやって思うんだなって思って、そして、プロポーズをさせていただきました。大人の言ってたビビッとくる人と結婚するよってやつ、あれマジでしたビビッとってなんだよと思ってたんですけど昔から。いやビビッとくるね、来ます。結婚するってなってねいつもよりねより感じたのはですね、本当周りにやっぱ感謝かなって本当に思いましたね。僕フィッシャーズのシルクロード、本名のね僕もいるわけなんですけど、僕を育ててくれたのっていうのはね、紛れもない今までの友達だったりもそうだし、もちろん家族、そしてフィッシャーズという仲間とか、YouTube の仲間、そしてこうやってね見てくれている視聴者さん、皆さんのおかげでね今僕はここにいるので、この、動画を通じて、今まで俺に関わってくれた人、僕をねここまで大きく育ててくれて皆様本当にありがとうございます。めちゃめちゃ恥ずかしい話、もちろんさ家族に挨拶とか、2人で行ったりするわけなんですけど、それ行った時に俺なんか身の回りの人に感謝の心が溢れすぎて、あとやっぱ昔からの夢だったっていうね、その家庭を持つっていうのは夢だったからありすぎて、僕ボロ泣きをずっとし続けたんですよ
なんかなんだろう、多分動画見てくれてる方なら分かると思うんですけど、仲間とかその家族とかっていうそのつながりみたいなのに俺ほんとめっぽい弱くて、僕ね1週間連続で泣いてた日があったんですよそれ見てね、他の、家族だったりも泣いてましたけど、これからねメンバーと、会うんですけど、その時にねちょっと今僕一人で話す時はねこういう格好にしようと思ってこういう格好なんですけど、そのメンバーと集まった時にはね少しいつものようなね動画のゆるっとした感じでいろいろと喋れたらいいなと思ってますので、ちょっと服装だったりねチェンジすると思うんですけど、あと指輪もねなほも多分結婚発表の時に言ってたと思うんだけど、僕もねなるべくでつけたいとは思うんですけど、本当いかぜフィッシャーズの動画めちゃくちゃ汚れる動画とか本当にね筋肉芸みたいなやつがめちゃくちゃ多いんで、すごいね泥だらけになったりねアスレチックだったりとかさ、なんかそういうのもいっぱいね企画であるんで、もしかしたら動画でつけてない時もね多々あるとは思うんですけど、そこだけねちょっとご了承ください。2人の間でねいろいろと話してはいるんですけど、その辺ご了承ください。久しぶりにテンパっとるかもしれん恥ずかしすぎてテンパっとるわ。ほんと結婚願望あるのって人から聞かれるためにあるよって俺毎回僕言ってたんですけど、ようやく夢叶ったなっていう。30歳になる前にね僕はもう絶対ね結婚できたらいいなと思ってたんで、うわーなんか夢のようだなーって、夢叶ったのかって今ね思ってます。みんなと話してるうちに自然に出たらいいなと思いますので、今からねメンバーのもとにね、行こうと思います。メンバーと喋ってるシーンに止め。はい、ということで、みんなに集まっていただきました。何それ？何それ？何それ？あいつ報告行事になるとわけわかんない。どうしたらいいかわかんなくなるでしょ。それね、俺なんだよね。ということで、この度私シルクロード結婚しました。すげえ。非常におめでとう。なんだと？いや伝えてたよ。何今伝わったみたいな。もちろんさ俺ら知ってたけどさ、あんまり知りすぎるとどっかで俺たちが情報が出ちゃうんじゃないかと思って。いやマジでポロリしそうな。そうで怖いから。全然聞いてなかったよ。ある意味踏み込んでなかった。そうあんまり不快にしてなかったよ。そうもちろん祝福ではあるものの、そう踏み込んではなかった。そもそもメンバーがなんかメンバー同士のプライベートにあんまり踏み込んでない。そうだね、いつもそうだもんね。マジこれ超守秘義務すぎて。超守秘マジこれ今のなんだろうな、おしゃべりのぷよぷよみたいな感じで落ちてきたものだけで文章作ったよね。マジこれ超守秘義務です。かねてからねお付き合いして指輪してる。ああそうです。おおなんか変だ。俺のイメージ的にねアクセサリーとかしてるの見たことないもん。そうですよね。これでだから左のブローのパンチ力が上がった。ジャブの威力上げるためにつけてないの。かねてからねお付き合いしているユンちゃんです。うわでも知ってるもんね。いや何度も会ってるもんね。でも知ってるけど別に2人でデートしてるとことか見たことないし。見たことない。あそっか。そうチューしてるとこもちろん見たことない。それは俺ら見たらキモいでしょ。今まで踏み込まなかったからっつって逃げ決めでチュー挟んでくる。いや今日やっと踏み込めたよ。最高だよな。確かにどれぐらいシルクが2人ラブラブしてるのかわかんないけど。こうやって結婚するよっていう話が出た時に馴れ初めを聞くのはもうもうド定番定番だよね。俺らの中でも趣味でつながりました。そう趣味なんだ。趣味そう俺めちゃくちゃ趣味が多くてあっちも多趣味なんだよ。でそれでそれこそカードとかゲームだったりそこから俺もやってますそんな感じ。あっちもやってるよ。ユーチューバーさん同士で動画にはなってないけど意外と集まってんね。集まってます。はい。僕の家にも結構いろんなねユーチューバーの人が集まって、それでいうと結構いろんなユーチューバーが付き合ってるの知ってます。そうなの。だから一緒にご飯食べたりとかしてた。俺たちの知らない姿見てんだ。やだー。ちなみにその時同席してますこの人。あれ？お前知ってんじゃねえか。お前そのなんだと思ってなんだって。マジで。俺とシルクの出会いは中学2年の職業体験の時に昼休憩の時に恋愛の話して仲良くなった。そうだからそういうのから始まって今こうやってグループやってでお互い結婚するっていうね。すごいな。エモ。だってそれこそいろいろと話してさいろんなことも話した後にその後なおから俺に個人 LINE 飛んできて「いやなんかエモいわ」っつって結婚する時に婚姻届に承認のサインみたいなの俺シュウ君に書いてもらった。それでシュウ君俺に書きに
してくれて、本当にそれやば書いてって頼みに。お互いに書いたんだ。あ、そうそうそう、お互いに書こう。2人結婚してるすげえなんかちょっとバカエモいな。確かにね。それはなんか書いてる時はなんかちょっとドキドキしながら、そうね、間違えないように書かなきゃいけない。そうそう、あれね結構間違えんだよ。緊張感がある。そうで書き終わって、でその時はまあいつも通りこうまあね、ユンちゃんもクリエイターだから、そうそうそうまあね、スマホともあったりとかして、まあ楽しい感じで帰ったんだけど、なんか帰った後急にほーってなって。確かになりそう。現実味を見てね。そうで、ごめんちょっとトイレこもらせてって言って個人 LINE 送りました。エモいなと、エモいな、なんかあの頃思い出したなと。まあ基本まあ趣味とかなんだろう、まあ話した時の感覚的にあったって。あ、でもなんかどっちがどっちからとかないんだ。そうだね。さ、どっちから付き合おうって言ったの？付き合うって言ったのは僕です。この人とはもう付き合えるとこまで行ったから付き合おうなのか、それともダメ元で俺が好きだから付き合おうって言ったのか、これ大きく違う。あ、確かにね。そうだね。あ、でもどっちなんですか？お互いというか、やっぱすごくなんか慎重だったというか、なんか数回会って、あ、この人とまあ付き合いたいなと思ったから、まっすぐだな。そうそうそう。だからシルクらしい。で、今日多分言った方がいいなと思って、だから成功するか否かもわからないけど、言おうって感じで言った。なんかその日にこうそう決めた。あ、多分今日言わなかったらなんか多分合わなくなるな。年で付き合ってなんてやっぱそういうのも見据えた上でさ、だしまあ俺多分昔から言ってたけど、結婚願望めちゃくちゃあるって言ってたじゃん。そうね、家庭もしたいってそれは言いうってた。一番あった。そうね、家族への憧れがやっぱあったから、30手前でやっぱりまあいろいろと考えることもあるだろうから、まあ結婚したいなってなってした。シルクがそういうさ願望あるのは知ってたけど、シルクのはちゃめちゃなさ生活とかさ込み込みでついていける人いんのかなとは思ってたんだよ。ああ、心がどっこいいたんすよね。いやよかったわほんとに。なんかさ、外から見てもさ、めちゃめちゃ相性いいなって思わない？わかるわかる。なんか俺からしたらむしろなんかユンちゃんはなんか温玉シルクロードにしか見えない。確かにいろんなことに趣味がこうそうだね、あって、しかも多彩でなんかすごい力強いやん。確かにね、自力があるよね。心配なところではあるけど、たまに無茶するから。そうお前もな。まあまあ俺もそうだね。だからそういうちょっと似てるところはあるんだよ。結構いろんな共通点はやっぱ合うし、あとまあ理解があるよね。やっぱり重要だね。じゃあ結構まあ一緒に住むではないけど、そういう時間もあった。ありますね。そうですね。一緒に住んではないけど、付き合っての話からさ、今入籍って言ったけど、そのいやでもその婚約した時のエピソードちょっと気になるな。プロポーズ？婚約プロポーズね。プロポーズだよね。一緒にちょっとね、泊まりに行って、お出かけだね、お出かけしに行って、でそのまあ海の見えるところで、まあそうなんだろう、温泉とかも入れるよみたいなところで、まあちょっと料理食べながら、まあ食べた後かな、 YouTuber っぽいでしょ、 SSD 置いといたの。うわー、 YouTuber だわ。そう、SSD 置いといて、付箋でさ、これ見てっつって、今までのその写真みたいなのを全部動画作ってる。でプロポーズってかっこよく決めようというのがあるじゃないですか。まあ服とかも思い入れのある服を着てた。だから俺結構ストーリーとか大事にしてたから。そうだね。そうそのなんだろう、すげえ高い何々を買うとかじゃなくて、もう俺が思い入れのある服たちを着てたの。まあ花束渡して、そのまあ結構そう花束ね。かっこよくない？そうそう、まあバラです。バラの花束です。想像できる。シルクロードがバラの花束を渡してそのままもう即興でそうまあいろいろと話したんですけど、でも俺忘れてたことがあって、即興で話すと感情が高まる人間っていうのを忘れてたの。びっちゃびちゃに泣いて、泣いた。おいやプロポーズだけどびっちゃびちゃに泣いて、もう一旦吹き切ってから結婚してくださいって話して、指輪を渡して。でも本気度合いは伝わるね。そうだね。バラに涙のシルクロード。情熱の赤いバラ。すごいっすよ。これちょっと記事書いてるみたいな。つけてください。記念だし後で見返したいなと思って撮影しときました。あ、一応ね。ちょっと来ました。それまあではしない。まあいずれ見んのかなって見える可能性もなくはない。そうまあすぐに出さないけど。そういうの撮るよ。俺もね撮ってた。いやまあ撮っとくよ。撮る。いいよって言ってくれたんだ。
そうだね、もちろん。もちろん。バンビも知ってるでしょ。あ、もちろん知ってます。そうだね。はい。もう付き合ってる頃からもう話してる。ねえ。はい。食事2人で俺行って。で、こうなってるっていうのを話して、いつなっとんねん、燻製所。喋るな。周りの人には俺全員話してます、ちゃんと。だからユンちゃんの方の事務所ね、太田プロそっかにももちろん全部話してるし、で、まあバンビにも話したし、まあご家族にももちろん話してるし、で仲いい YouTuber とかまあメンバーだったりも話してるっていう感じかな。本当に悪かったよね。まあそう、すごいみんなちゃんとだからね。すごいよ。 SNS も俺すげえチェックしてるの何もなかったもんね。なんでしょうみたいな。なんかもしかしたらね、そう、俺警察してたから。警察したらシルクスペースユンとかで調べたってこと？そうそうそう。巡回ご苦労さんです。それこそさ、お互いさ、やっぱ YouTube やってるわけじゃん。編集とかめっちゃ大変じゃなかった？お互いの。あ、てかね、時間作ったりとかさ。いやだから編集デートしてました。編集で独自だね。新しい。そう、だから一緒に編集しようって言って時間決めてわーってやって、1本終わったみたいな。であっちも1本終わったで、時間になったらよし、じゃあちょっと飯食べ行くかみたいな。うわ、なんかいいね、そのさ、学生時代のなんか一緒に勉強するような。そうそうそう、スタバで勉強みたいな、あれに近いから。なんかいいな。そうだ。でも YouTuber 同士ならではだ。ストイックだな。間違いない。そう、好きな人と一緒に仕事できるのすごい幸せ。そうだね。それはね、編集デートだけだったらあれなんだけど、編集したらその後どっか行こうって言ってた。いいね。編集してる時でデートじゃなくてお仕事だからね。そう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 。それすごいわ。いいね。まあなんか動画の話なんかしながら、まあでもやっぱなんだろう、すぐあっちもさ喋ってる時とかもやっぱ動画の話とか趣味の話とかっていう感じが結構ポンポン出てくるのね。だからまあなんか似てるなってめっちゃ思うよ。いっぱい話しても結局仕事の話に戻る。だからそういうところはね、俺話しててすごい楽なんだよ。確かそう、仕事の話戻って、でまた趣味の話して、でまた仕事の話戻って。そう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 。に。一緒に住むにあたってね、話が合うと落ち着くって超大事。いや、そうね、そこはマジで落ち着く。とはいえさ、さすがに揉め事とかなかった？いや、喧嘩なんかないと思うよ。俺も意外と、あ、そうね、ごめんねっていうタイプだから、だから全くそういうなんか、お前こうだろみたいな、うわーみたいなのは一度もないし、ちゃんと感謝もごめんねもちゃんと言えますよ。大事。視聴者の皆さん、うちのリーダーはごめんねとありがとうちゃんと言える人なんですよ。皆さん。動画だとずっと圧が強いからね。眼圧が。親父とか母ちゃんとかさ、いや、家族周りめちゃめちゃ感動してるでしょ。まあうちの家族に伝えた時というか、まあうちの母ちゃんも父ちゃんも勘がめっちゃいいのね。実家行っていいって言った瞬間、あ、結婚ねって言われた。いや、なんかでも外つ話す前に。そう、だから話す前に Wi-Fi 飛んでんの？ Wi-Fi 多分受信したんだ。勝手にで言ってんだと思う。その時に兄貴もいて、ああ、兄ちゃん。でたまたま兄貴もいたの。そうなんだ。俺呼んだわけじゃなくて兄貴がたまたまいて、ああそっか、お前結婚すんのかっつって顔こうやってグンやられておめでとうって言われた時にボロ泣きした。いやーそうかっつって大人になったなって言われた瞬間ブエー泣いて毎日暑いなで泣いて、そうで親父にもそれ話したら、そうだねおめでとうって。その話聞いて泣きそうだね。先生がちょっと潤むかも。なんだろう、結婚報告する前にもさ、もう結構俺の家に来てくれてゆうちゃん。あ、そうそうそう。で俺の親父とスマブラとかしてんのよ。うわーキャーとか言いながら、なかなかスマブラまでできないよ。両方仲良くても。そうそう、わーキャーとか言いながらやってて、だから付き合ってからそういうなんだろう、まあちょっと筋はしっかりと通してます。牛より筋取ってるか牛より筋、牛筋よりもよかった挨拶したんだけど、まあ発表もね報告もしたんですけど、まあ最後はちょっと僕一人で締めようかな。まあいっぱい聞いてくれて、まあ話したいことも、まあなんだろう、俺からは話せないこととかもあったじゃん。そう聞かれないと、あ、そっかそこがあるかとかさ。そうだね。そうだね。なんかちょっと動画やっぱあれだね、言葉で聞いてたけど動画撮るとなんかグッとくるね。なんか確かに結婚3人目。そうですね。半分過半数メンバーのうち結婚だ。フィッシャーズすげえ。でもちゃんとみんな奥さん同士みんな仲いいからね。ああ、そうそうそう。一回ねあったんだよね。そ女子たちのグループラインの名前知ってる？もしも妻ーズって。う。だから本当に妻になったんです。そうそうそう。もしもじゃなくて、本当なんだろう、仲いい人とか、本当周りにいる人はみんな知ってることであったんですけど、はい。まあ動画で言うのは初めてですね。まあ結婚はそれこそ知ってる人も
ね数限られてるんですけど、びっくりした人も多分きっといっぱいいるだろうけど、はい、受け入れてやってください。お願いします。ありがとうございます。お願いします。いやまあでも良かったって、夢かなって良かったって。すごい。いや本当におめでとうね。おめでとう。これからもシルクロードお願いしますよ。よろしくお願いします。まあここからいろいろとってやること言った。もうなんか愛なかったのお前ら。はいということでまあなんかねまあ最後ちょっと僕一人で一応ねもう一度いろいろと締めさせてもらおうかなと思いますので、ちょっといいですかこの場をね一人だけいいですか。結婚するとマジで思うのはいろんな人に感謝しなきゃなってマジでもう一回思い返すみたいなのを今ねちょっとこう一日ずつ噛み締めてるって状況なんですけど、まあ最後一人で話そうと思ったのはまあ本当それこそまあ普段からね見てくれてる視聴者さんにもまあ僕一旦まあ男一人として感謝を告げなければいけないなと思って最後ね締めはその感謝の言葉に、したいなと思って一人になりました。まあめちゃめちゃメンバーあっちにいるんですけどフィッシャーズの動画も、まあ、シルクロードも応援してくれて皆さん本当にありがとうございます。そしてね、まあ、これからもまあ結婚してより僕パワーアップしていくと思うんでここからネオシルクロードの方よろしくお願いします。はいということで、今回は、ご報告はシルクロード、結婚しましたという動画でございました。恥ずかしいねこれね。いやねわかるよ。恥ずかしいね。俺らそれはわかる。俺らそれ通ってっから分かる。めっちゃ恥ずいね。これ報告動画って閉めるとかじゃないんだよ。閉まんない。閉まるんだね。閉めるんじゃないんだ。これ閉まるんだ。まあでもまあ言っとかなきゃいけないのはお相手のユンちゃんもね幸せにするし、まあ僕と関わった人たちはみんな幸せにするっていうね気持ちで僕は普段からやってますのでね、まあ、フィッシャーズも頑張りたいと思いますのでということで、まあ最後ソロになっちゃいましたけどアデューで締めますか。全て守り抜くつもりでね男シルクロード頑張りますのでよろしくお願いします。それではせーのアデュー。おめでとう。おめでとう。動画見てくれてありがとう。セカンダリー Twitter、Instagram おすすめ動画ここにありけりチャンネル登録よろしく。せーの